はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は CCA の 2DD モデル、デュオだね。2DD だからデュオ、あんまりひねらずストレートなモデル名だね。そうね、短くていいわね。ジャックさん、CCA のレビューは久しぶりじゃないですか？そうだね。今年はリリース自体が少ないみたいだからね。内部事情とかは知らないけど、体制が変わったりしてるのかな。早速見ていくよ。まずは価格です。今だと Amazon もありもクーポン利用で4000円台で買えますね。ありの方がちょっとお安めのようです。4000円台の 2DD モデルってちょっと知らないんで、価格設定はいいとこついてきた感じするね。重さはこんな感じ。大きさは小ぶりなんだけど、意外と重いのよ。フェイスプレートが重いみたい。小ぶりだから装着感は特に問題なく、全然気にならなかったよ。ドライバーは2機とも 7mm を乗せてるのが特徴で、この特徴が音質にも出ていると思った。第一印象は明るくはっきりした出音でいい感じ。2DD 搭載の他モデルと聞き比べてみたけど、特徴がはっきりしてた。後半の音質編では同じドライバー構成の4モデル QKZ カーン、DRN-MT4、DRI スターリバー、トゥルースイヤー0と比較してみたよ。同価格帯のモデルがほぼない中で一番近い価格のカーンをサウンドチェックの比較対象にしてみた。はい、そういうわけで、サウンドチェックは HBB とのコラボモデル QKZ カーンと一緒に聞いてみます。付属のケーブルと単地 JIM-TAPB トレブルのイヤピを使用し、音収録しました。音質調整は9を基準にしています。ではどうぞ、音量上がります。はい、サウンドチェックでした。カーンとの比較は後でじっくりお話ししてもらうとして、まずはデュオのシングル波形から。なんか広域寄りのバランスなんだね。7mm のドライバーが2機ってことで、中広域から広域にフォーカスしたのかね。低域とのバランスを見ると、この大域は結構出してるよね。他のイヤピの測定結果を混ぜるとこんな感じ。メモリーフォームだと4から6キロあたりにかけてが強め。それが分かっていたから、この中の中間的な出方の TAPB でサウンドデモを収録したんだよ。シンバル系は結構耳に残るんで、デュオの広域がきついと感じる人には、ファイナル E の特性で、この辺りを絞ることで、少し落ち着かせることはできるよ。しばらくファイナル E で聞いてみたけど、自分の耳にはなかなか良かったわ。どちらかというと、軸短めで、内径が細めのイヤピを使った方がいいかな。そうなの？どうして？軸の短いイヤピで、音の出口から鼓膜までの距離を少しでも近づけた方が、低域は補われ、広域も必要以上に出さなくて済むし、径は細めに絞られた方が、広域を抑制できるから。今までいろんなイヤピで測った結果、そんな気がするんだよ。なるほど。納得。サウンドチェックは価格の一番近そうなカーンと一緒に聞いてみましたけど、印象は結構違いましたね。そうだね。ご覧の通りカーンの低域は 200Hz よりちょっと下あたりからドーンとくるからね。
2つのダイナミックドライバーの役割がはっきりしてる感じするよね。これがカーンの特徴で結構虜になるんだわ。低域の出方以外は割と似たカーブになってるけど、サウンドデモの曲の収録ではピンクノイズを測定した時とはちょっと出方に違いがあって気になったんでレベルの確認を入念にしたんだけど、合ってたからこれは事実として受け止めるとして、カーンは低域好きな人向けだよね。デュオとの比較では明らかに高域の出方に差はある。次は価格帯ではちょっと下の TRN-MT4 ね。これが一番差がありそうだね。MT4 はこの辺りで小域を作ってる感じだからね。もちろんこれはこれで特徴あって面白いけど、聞いた瞬間に中高域から高域の出方がかなり違うのがわかるんで、苦手な人はとことん苦手だろうなーって思う。なので価格はちょっと上だけどデュオの方が扱いやすいだろうね。カーンと MT4 はどっちも低域が目立ってるね。デュオは低域ではやっぱり負けちゃう？さすがに量感ではかなわないね。その分キックのアタック感とかベースラインは細部までよく聞こえるけどね。個人的にはもうちょっと低域欲しくて EQ でこの辺りちょっと持ち上げてみたけど、バランスはかなり良くなったよ。ここからは上の価格帯のモデルとの比較ですね。トゥルースイヤーゼロが結構似た波形になっていませんか？似てるよね。 TRI スターリバーとトゥルースイヤーゼロはすごく聞き比べてみたかったんだよ。デュオとの方向性は似てるんだけど、低域はこの2モデルの方が存在感ある。それから波形では中高域から高域、そんなに差はないように見えるし、ゼロの方が抜けが良さそうに見えるけど、聞き比べてみるとデュオの高域が一番はっきり抜けてくる。高域のカラッとした感じはやっぱり CCA の特徴なのかなーなんて改めて思ったりして。じゃあデュオは高域好きな人向けってことでいいんでしょうか？いいと思うよ。価格帯が違うからまともに比べるのはかわいそうだけど、微妙な点を挙げるとすれば中高域から高域がはっきり出る分少し平面的な質感ってことかな。価格差なのかチューニングの方向性なのかははっきりしないけどね。でも4000円から5000円ぐらいで 2DD のいい感じのモデルが出てきたってことだよね。そうだね。小ぶりで装着感もいい感じだし、低域はドーンとしてなきゃダメだっていう人以外には受け入れられるんじゃないか。じゃあスターリバーやゼロを持っている人には必要でしょうか？そうだね。スターリバーやゼロの高域に不満がなければ特に必要ないんじゃないかな。でもカラッとした高域の抜け方に惹かれる人は多いと思うので CCA ということもあるし、この価格なら持っていてもいいと思えるね。あとは 2DD モデルを持ってなくて5000円ぐらいで欲しいって人、さらに低域に特にこだわりのない人向けといった感じです。ということで CCA の 2DD モデルデュオのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。